チェストマウントの方に交換してからの不満点ということになるんですよね。ネックマウントをこの前使っていたんですけれども、その時にはですね、そこまで大きな不満はなかったんですよね。多分長いこと撮影されていらっしゃるお方ですとかになりますと、きっとですね、自分なりのこだわりといいますか。はい、皆様こんにちは。本日は XTU-S6 を使いまして、撮影の方を行っていきたいと思いますけれども、今回はですね、私の小さなこだわりについてお話の方をしていこうかなというふうに思っているんですよね。で、何のこだわりかと言いますと、まずですね、現在見ていただいてわかると思うんですけれども、バックミラーがですね、左右どちらか映像からですね、はみ出てしまっていたりするんですよね。で、これはですね、チェストマウントの方に交換してからの不満点ということになるんですよね。ネックマウントをその前使っていたんですけれども、その時にはですね、そこまで大きな不満はなかったんですよね。と言いますのも、ネックマウントを利用いたしますと、こちらの S6 で内蔵手ブレ補正を使ってですね、撮影をした場合、ギリギリですね、ミラー左右入るんですよね。画角に収まるんですけれども、現在見ていただいて分かる通りですね、ちょっとはみ出ちゃうんですよね。それが不満点なんですね。ネックマウントはですね、Amazon の販売ページなどを見ていただくと分かると思うんですけれども、体に密着した状態でカメラがネックマウントからぶら下がっているような感じなんですよね。ですが、こちらチェストマウントはですね、カメラの方を取り付けいたしますと、カメラの厚さ2個から3個分ぐらいでしょうかね。手前の方といいますか、体から離れて前の方に出るんですよね。それが理由でミラーの方が画角からはみ出てしまったりするんですけれども、こちらの XTU-S6 はですね、比較的お手頃なカメラにもかかわらずですね、価格の方が他メーカーさんといいますか、同じ価格帯の商品と比べまして画角広いんですよね。で、それを活かした映像を撮りたいんですけれども、残念なことにですね、活かせないと言いますか、カメラがですね、体から離れてミラーに近くなってしまいますので、そうすると必然的に今まで引いた映像でミラーがすっぽりと画角に収まっていたにもかかわらずはみ出てしまうということなので、ちょっとこの辺が不満点なんですよね。ただですね、今回若干改善いたしまして、どのように改善したかと言いますと、マウントに利用するジョイントというんでしょうかね、それを駆使してですね、極力体側の方に近づけて、現在撮影の方をしているんですけれども、それでもまだ足りないと思うんですよね。あとはですね、ジャイロフローを使いまして画角を広くしてですね、手ブレ補正の方を、必要最低限かけてですね、なんとか
しようかなと思いますけれども、近いうちにですね、ジャイロフローを使った映像の方も撮影しようかなというふうには思ってはおりますけれどもね。これが、不満点が1つ目なんですね。そして2つ目なんですけれども、こちらの方も現在改善の方はしているんですけれども、それがうまく機能しているかどうかというのはですね、帰宅してから映像を確認いたしまして判断しようかなと思っていますが、まずですね、このようなチェストマウントですとかネックマウントを使う場合にですね、私はネイキッドフレームを利用するんですけれども、ネイキッドフレームを利用するとですね、カメラのレンズがですね、体のセンターから左右どちらかに寄ってしまうんですよね。でそうすると若干斜めから撮影していることになりますので、それがですね、ちょっと不満点なんですよね。こちらもですね、どうにかならないかなということで、横に移動させるようなジョイントがあればですね、良くなるのではないかなということで、確かですね、そんなような、カメラをですね、多少オフセットさせるようなジョイントがどこかにあった記憶があるんですよね。で、いろいろ探しましたところ、GoPro Hero 6 Black を購入した時に確かあったなということで、空き箱の方をですね、いろいろ探してみましたところ、やっぱりあったんですよね。で、それを今回使ってみまして、レンズをですね、体の中心に寄せて撮影の方をしてはいるんですけれども、どうでしょうかね。多少良くなっているかなという気はしますけれども、今まではですね、ハンドル周りとかを見ますと、ちょっと斜めから撮っているなということがですね、分かったんですよね。で、今回は、どうでしょうかね。メーターですとか、メーター見えないですね。スマホありますので、スマホなんかがセンターの方に、映っていれば OK ですし、その辺がですね、今回の映像で判断してみようかなというふうに思っておりますので、どのくらい左右のミラーがですね、画角からはみ出ているのかということと、あとは、体の中心部分から視野角の方が取れているのかということですね。それをちょっと確認しに来たんですけれども、XT-U Max Pro で撮影いたしますと、多分なんですけれども、レンズの方はすっぽりと入るのではないかなと思うんですよね。S6 よりも画角は Max Pro の方が広いので、現在はミラーが画角からはみ出ている程度になると思いますので、Max Pro でしたらなんとか収まってくれるかなと思うんですけれどもね。他の皆様にとってはですね、正直どうでもいいような小さな私の不満なんですけれども、これがですね、毎回撮影して編集するときにですね、いつもというふうに感じていた部分ではありますから、それが改善されるだけでもですね、私の、気持ち的にはですね、テンションが上がりますので、多分長いこと撮影されていらっしゃるお方ですとかになりますと、きっとですね、
自分なりのこだわりといいますか、何かあると思うんですよね。私がモトブログをするにあたってですね、チェストマウントもしくはネックマウントで撮影するときには、カメラのレンズをセンターに移動してですね、撮影をしたいなということになりますね。例えばなんですけれども、DJI Osmo Action 4ですとか GoPro Hero 6と10の方を持っていますけれども、そちらで撮影いたしますと、チェストマウントを使ってもですね、ミラーの方は画角の方にすっぽりと左右とも入りますので、画角の広いカメラを最初から使えよということも考えられますけれども、それはそれ、これはこれということでですね、安価な中華アクションカメラでもですね、このようにモトブログをしてお気に入りの映像を撮りたいということなんですよね。モトブログをするにあたってですね、GoPro じゃなければならない、DJI じゃなければならないということはないと思いますので、映像がですね、手ブレ補正がまず効いて、そして音声の方が取れるカメラであればですね、大体モトブログできますので、あとは要するに個人の絵作りといいますか、好みの問題になると思うんですけれどもね。私の好みといたしましては、広い画角で撮りたいと。XTU はMAX Pro あたりが発売されて以降の機種に関してはですね、意外と画角の広く撮れるアクションカメラ多いものですから、そういうこともあってですね、XTU のアクションカメラ多く所有していたりするんですけれどもね、XTU で360度カメラですとかミニジンバルカメラですとか出してくれないですかね。あと最近メジャーメーカーの方でですね、アクションカメラの大きさのものからですね、小さいカメラの部分だけを取り外しまして撮影ができるというものがちょこちょこと出てきておりますので、そういうようなものですとか、ちょっと風変わりなものも、出していただきたいなというふうに思ったりもするんですよね。ユーザーとしてはですね、いろいろなメーカーからいろいろな種類のカメラの方が購入できるというのは理想ではあるんですけれどもね、そのためにですね、XTU さんの方にはいろいろなですね、カメラの方を発売していただきたいなと思うんですよね。いろいろとですね、お話の方をしてまいりましたけれども、本日はですね、この辺で動画を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。